おはいえなし。この動画は2025年2月13日に集英社ゲームズから発売されたミステリアドベンチャーゲーム都市伝説解体センターの感想動画です。発売早々から SNS でバズっていたものの、何かと理由をつけて手つけないままダラダラと来てしまい、やっとプレイしたら語りたくなる出来だったので動画化しています。大部分がネタバレなし感想で、最後数分だけネタバレあり。ネタバレパートに入るときは動画内でもアナウンスするので、未プレイ者もご安心ください。なお、未プレイ者のためにもコメント欄はネタバレ NG でお願いします。対応ハードは Steam、PS5、Switch で、私はスイッチ版をプレイ。価格はスイッチのダウンロード版が1980円です。いつも通り結論から申し上げます。面白いので買いましょう。ミスったー。やっぱりバズるものは面白い。バズったものには手出しとけって感じでした。さて、ネタバレなし感想パートとしては、面白そうやんけって思ってもらうのと、ここはお含み置きくださいって思ってもらうことを目的に、当たり障りのないシナリオシステム紹介、それに端を発した雑談、そして唯一1点だけめちゃくちゃ批判したい点があるので、そこへ言及する構成にします。まずは当たり障りのないシナリオシステム紹介から。シナリオですが、なんか変なものが見えてしまう念死能力を持つ女子大学生福来あざみが、警察では対処できない事案を解決する怪異探偵事務所都市伝説解体センターの調査員となり、怪異や呪物などの都市伝説にまつわる事件や謎を解明していくというものです。ゲームシステムですが、複数の話から構成されていて、各話は SNS 調査パートと探索パートに分かれています。SNS 調査パートでは SNS 上の投稿から気になる投稿を探り、検索を繰り返していくことで事案に関わる都市伝説の輪郭をつかんでいくパートです。 SNS 調査パートとか現代的だなと思う反面、都市伝説みたいな噂から真相を探っていく系のシナリオで、競技 SNS 使わなかったらむしろ嘘くさいまであるので納得感ありますね。一方の探索パートは極めてベーシックなシステムで、言ってしまえば逆転裁判のような感じ。調査の依頼者や関係者に聞き取ったり、怪しい場所を調べて情報を集めていきます。主観ではなく第三者視点で操作するので、逆転裁判よりも逆転検事っぽいですね。主人公のあざみちゃんはメガネをかけると念死能力が強化され、それによって過去そこに存在した人や物の痕跡を見ることができるので、そこがまた情報収集につながります。一通り情報を集めきると、都市伝説解体センターのセンター長であるめぐりやとともに起きた事象と符合する都市伝説を特定したり、その背後にある謎を特定するという流れ。めぐりやは霊能力者としてもまた推理者としても優秀ですが、車椅子で現場には向かえないことから、そういう意味では典型的な安楽椅子探偵ものです。プレイヤーである我々と探偵の視点が一致するこのスタイルは理にかなってるんだなと再認識。その辺の登場人物との関係といい、尋常じゃなく古い作品で恐縮ですが、小野冬美さんのゴーストハントが雰囲気含め近いと感じました。また私は今年20歳ですが、作中に出てくるキーワードやそもそもピクセルアート基調のイラストなどから30代ターゲットの作品なのかなと感じました。このイラストがめちゃくちゃいいです。サイケデリックなピクセルアートというコンセプトがまず斬新で、本作のオリジナリティを強力に確立していますし、そのコンセプト抜きにしてもキャラクターの表情がコロコロ変わって非常に可愛らしい。題材の都合上終始気がめいるというより、湿度 200% の外を出歩くような鬱屈した気分でプレイすることになるんですが、主人公のあざみちゃんやバディ役のジャスミンちゃんの感情表現がうまいこと清涼剤になってる感覚です。そしてウェブページで、そして物語は衝撃の結末へと向かうって言ってるので、衝撃の結末へと向かうことはネタバレではない判定とし言及するんですが、衝撃の結末へと向かいます。事前情報では賛否両論あると聞いてましたし、実際そうだなと思うんですが、私はかなり好き寄りですが、それ以上下手なことが言えないので終わり。シナリオやシステム紹介は以上で、続いて最初に話した SNS 調査パートに端を発して雑談。ゲーム内 SNS 上のコメントは解像度高めの香ばしいポストが多いんですが、それら声だめのようなポストたちからうまいこと有益な情報を抽出していくという作業のストレスが半端ない。評論家の岡田敏夫さんが言っててはぁと思ったんですが、これまでの数千年の歴史の中で SNS にあるような大量の情報を一度に処理する機会がなかったからか、人間は SNS と向き合うときに全情報と正面から向き合うことなんてせず、一種の酩酊状態になりながら情報を追いかけているそうです。私も最近 SNS への向き合い方が若干良くない感覚を抱いており、最近は X を開く機会を朝夜各1回と絞ったり、あえて直後の反応を検知できないようほとんどのポストを予約投稿にするなどして使い方を変えようとしています。そう努力している中で、ゲーム内で SNS 風の情報の洪水と一個ずつ向き合わなきゃいけなかったからか、激しくストレスがかかったのと、逆説的に普段いかに何も考えず SNS 触っているかが如実に現れたなとも感じました。ただ幸いなのが SNS のクソポスト一つ一つに主人公とバディのジャスミンが軽妙に掛け合ってくれること、膨大なテキスト量だなと感心するんですが、これがオアシスになっています。というか、次から次へと変人どもが現れる中でジャスミンちゃんの存在がマジででかい。いいですよね、こういうキャラ。雑談以上。最後に1点だけ致命的につかない点があったので共有します。
テンポが悪い。例えばこのシーン、まず探索パート中の主人公の動きが遅いです。これなんで逆転検事じゃなくて逆転裁判にしなかったんだろう。メガネの着脱状態が常に映るようにしたかったのかな。続いて細かいんですが、対象物を調べた時に即座に会話が始まるのではなく、ボタンを押した場所によっていちいち定位置に主人公が移動してから会話が始まります。調べた地点によっては対象物と主人公が被る可能性があるので、こういう仕様なのかもしれませんが、主人公のゆったりとした移動も相まってテンポ悪しというデメリットが勝る感覚。それとセリフ始まった後もめちゃくちゃボタンを押させてくるんですよね。普段の読み物ゲーならセリフ A、B、C 選択肢セリフ D って流れるところ、セリフ A 選択肢セリフ B 選択肢みたく、なぜそこで選択肢挟むというか、それ選択肢 C にもなってないがというシーンが多い。複数択発生する時の選択肢もかなり多い。ファイナルファンタジー14でもたまに出てきますが、例えば1人から3つの情報を聞き出す時に選択肢が3つ出てきて、別にどこから聞いてもいいけど結局全部選ばないといけないやつがあるかと思います。本作だとああいうタイプの選択肢が1人5個ぐらい出てきます。もうちょっと1回のラリーで複数個まとめて情報を聞かせてくれんかなと思っちゃいました。めちゃくちゃボタンを押させる例は他にもあり、人物相関図というシステムがあって、今会話した初対面の人の情報を書き込む機能なんですが、普通のゲームだと大体そういうのって初対面の人と会話したら自動でアップデートされるところ、このゲームだといちいち書き込むためのボタンを押さなければいけません。その上、その時にその人物に関する超絶簡単クイズを出題されます。今話しかけたばかりの人から今聞いたばかりの情報に関するクイズなので、そもそもこのクイズいると思ってしまいました。そんな感じでいるかなそこってところでインタラクションを求めてくる点が全体的に気になりました。そしてここからがこの動画で一番話したいこと、うげーと思ったことなんですが、セリフの一括表示機能がないです。セリフの一括表示機能がない。セリフの一括表示機能がない。なんでや、令和やぞ。要するにセリフ送りするときにワンボタンを押した時点でワンセンテンス全部表示されるようにする機能ですね。このゲームはワンボタンを押すとセリフがポポポポポポと表示され始め、もうワンボタンを押さないとセンテンスが全部表示されません。これがせっかちの私にとっては尋常じゃなくストレスでした。当然作者が作り出したいテンポ感があるっていうのも理解はします。セリフ送りしてる時のポポポポポというドラクエみたいな逆転裁判みたいなサウンドエフェクトは確かに気持ちいいっちゃ気持ちいい。ただ人の情報処理能力、あるいは一つ一つのセンテンスに対して向き合う意欲というのは人それぞれなので、セリフ送りのスピードは可変にする機能があった方が良いとは思いますし、その中の最高速として一括表示を実装するっていうのはもはや読み物系のゲームだったらデファクトだと思ってますし、正直私の中ではなかったら死といういわゆるノックアウトファクターに近い機能です。怪異症候群みたく RPG 作るベースで作ってるゲームとかならまだわかるんですけど、そうでもないのにこの令和にセリフ一括表示機能がない読み物ゲームが出てくるっていうのは本当に勘弁してほしいと思いました。もし一括表示機能があれば前段で話したボタンめっちゃ押させるってやつもそこまで気にならなかったと思います。脱線するんですが、今私は名鳥と崩壊スターレイルという中国のゲームをそれぞれプレイしています。この2つのゲーム、開発元は別々なんですが UI は笑ってしまうぐらい瓜二つです。ただ両方とも UI はめちゃくちゃ洗練されてるんですよね。だからどっちがどっちのパクったかは言及しませんが、権利関係とか抜きに話せばそこって正直どうでもいいと思ってます。パクリ上等、いいものはパクればいいんだから。このゲームの完成度的に間違いなく過去の読み物ゲーとかもめちゃくちゃプレイされた精鋭が開発していると想像するんですが、加点要素の部分で十二分にオリジナリティを出せてるんだから、減点要素になる部分は遠慮なく過去作が積み重ねた英知をパクってくれと思いました。私はこの先ポンポンセリフ読ませてくれない読み物系ゲームが一生出てきてほしくないと思うので、この一点についてだけは言葉を選ばず酷評しました。いいとこはパクれ。以上です。なんでやねんと思った一点への思いが強く、そこをディスる尺が増えてしまったのでネガティブなイメージを与えたかもしれませんが、このゲームは面白いです。バズるものはやっぱり面白いんだなと再認識しました。というわけで、もし気になってたけど未プレイなんだよなって方がいらっしゃいましたら、ぜひプレイしてみてください。それでは次にアイキャッチを挟みますが、それ以降はネタバレあり感想です。ご注意ください。その前に宣伝。言いなしならは限られた時間で最大限面白ゲームを楽しむためのコンテンツを提供しています。この動画が良いと感じましたらチャンネル登録よろしくお願いします。また動画化するまでもない日常オタク語りは X に、表には出しにくい話はメンバーシップにてお話ししています。フォローご加入よろしくお願いします。家なしララチャンネル。悔しい。あとアザジャスがはかどる。この2点です。まず前者ですが、私にとって予見できなかったけど予見しようと思えばできたよなと悔やめる絶妙な塩梅のオチだったので悔しいし気持ちいいです。
そもそもゲームって視覚的にも区別しやすくするようキャラの造形をばらつかせるのが鉄板で、髪なんて色やら形やら分かりやすく個性作れる最たるパーツなのに、センター長とあざみちゃんが髪型似てんなとは思ってたんですよね。インディーズゲーム特有のキャラ造形の甘さかなんて思っちゃったんですが、現にジャスミンちゃんはあんな髪型ですし、他のキャラはきちんと個性出てますから、意図的な造形であることは明らかだったのにな。超絶ピンポイントでセンター長と電話がつながったり、知り合ったばかりのセンター長と脳内で克明に会話したり、電話越しでしか会話経験なくセンター長による解体シーンを見たことがないはずなのに、6話で解体の決めポーズを華麗に決めるあざみちゃんのあたりは、ゲーム内でまあまあそこはってなってるところなのか判別つかないところではあるので微妙でしたが、少なくとも落ち着けポーズはバチクソもろな伏線ですし、そもそも管理人イコールセンター長が途中からあまりにも分かりやすかったですし、若干めたいですけど衝撃展開がとか噂されてるんだから、もう一山あるよなって頭にならなかったことが悔しいですね。歩夢が勉さんのオカルトマニアの部分を強調して作った人格がセンター長で、センター長があざみをあざみさんって呼ぶのは勉さんが歩夢を歩みさんって呼んでたからなのかな。あざみは小さかった頃の何も知らない歩夢なんだな。はあ。実在する都市伝説に対するゲーム内の作り込みとか、そもそもオチなどのあらに関する批判があるようで、私としても例えば当時の大学教授がめっちゃ頑張って研究室の情報を警察から守ったとか、あとグレートリセットのしょぼさとかはちょっと草でしたが、いい意味でも悪い意味でも物語の解釈が雑な私としては、細けいことはいいんだよの精神で楽しめたので全然 OK です。いい物語というのはでっかい起承転結と小さい起承転結の両方が備わっているらしく、つまりでっかい起承転結の起の中にもきちんと起承転結があると丸だそうです。そのセオリーと照らした時、このゲームは各話間の引きとかめちゃくちゃ良かった一方、一つの話の中の起伏が若干弱いかもとは思ったんですが、弱いというか私が比較対象にしてる商業ゲームの逆サイのプロットの完成度の高さを再認識した感覚で、このゲームもバズって当然の完成度だとは思いました。しかし古今東西インフルエンサーは軽薄さや悪の象徴として描かれるな。価値創造よりもアテンションに興味いきがちだから、そういう意味で軽薄なのは合ってるんですけれども、たまには善のインフルエンサーが活躍する作品を見てみたいです。でも善人ならインフルエンサーやってませんね。やっぱりなんでもないです。ネタバレなしパートでもゲーム内の SNS コメントの希少さについて言及しましたが、 SNS が希少いのって正義感を盾にしているようで、その実誰かのためではなく自分のためにポストしてるっていう希少さもある一方、それに加えて他人を誘導するための作為的なポストもまあまあ紛れ込んでいて、それがバーバルな部分で見極められない希少さもありますよね。往年のゲームの現場検証パートとかだと逆サイとかもそうでしたが、調査対象者が心にもないコメントした時分かりやすく動揺したりして、そういう部分も情報として得られるので真偽を見極めやすく、結果手がかりつかんだ感がある。ただ SNS 調査パートってそこがないんですよね。アメリカのトランプ陣営とか日本の広告代理店とか中国企業の SNS 戦略を知れば知るたび、もう何も信じられないな状態になりますし、ゲーム内のグレートリセットやら陰謀論をはじめとした都市伝説にかかる熱いコメントも、投稿者が本心で顔真っ赤にして言ってんのか、業務受託者が真顔で言ってんのかわからんから、そんな海で情報を探るのきしょいなと思いました。それと今言ったシナリオもそうだけど、側の部分もめちゃくちゃ良かったな。ピクセルアートと BGM ですね。サイケデリック×ピクセルアートはマジで発想の勝利ですね。感情表現がめちゃくちゃ良かったと思います。私は体調が悪いジャスミンちゃんと電話鳴ってビビるあざみちゃんが好きです。最後の最後だけあざみちゃんニタニタさせるのもいいですよね。きっとジャスミンちゃんはあれで脳焼かれて追っかけになっちゃったんでしょうね。私の X のタイムラインのおすすめ欄はすでにアザジャスで溢れています。でもあれか、感情表現がいいと思ったのってピクセルアートだからってわけじゃないのか。いや一方でピクセルアートを使うことによって描画コストを落とせたから動的に描けるようになって、動的に描けるようになったから感情表現がいいという感想になってるのかな。そういう意味ではピクセルアートが構想してるのかな。最近中華系の暴力的な札束アニメーションに絶望する日々なので、日本としては表現面でこういう活路の見出し方あるのかななんて感心しながら見てました。主題歌の方ですが、さっきネタバレなしパートで30代をターゲットにしてるって想像しましたが、もうその層に刺さりますよねっていうノスタルジックなメロディー、歌詞、ボーカルどれも最高でした。令和の曲歌いにくいやつばっかだから、たまにこういうの触れると実家のような安心感を得ますよね。そんなところかな。そんなところです。冒頭お話ししましたが、この動画でのネタバレコメントはご容赦ください。感想あればどんな手段でもいいので私に連絡ください。ざっくりですがネタバレあり感想以上です。おつえなし。